Okay, today's title, Communication by Telepathy. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm a life soul designer. Today's topic, コミュニケーションをテレパシーで行うかなです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。私が、やってる中の一つで、アニマルコミュニケーターっていう、そういうライフワークがあるんですけど、はい。それは、言語が喋れない生き物とコミュニケーションを取るっていう、そういうライフワークっていうか職業もあります。うんうんうん。これ知ってますか？アニマルコミュニケーター？うんうん。あ、そうね。そうですね。結構前からその存在は知ってますね。そうですね。日本ではね、そんなに盛んではなくて、一番盛んなのはイギリスとかかな。動物園とか水族館とか、はい。そういう動物たちの声をきちんと聞いて、動物たちがこう円滑に心地よく過ごしてもらえるための専属の人がいたりすることが多いです。それ面白いですね。そうだから魚と喋れる人もいるし、なんかここが心地悪いみたいだからこういう風にやってあげてとか、でやってあげるとトラブルを起こさなくなったり、そうやって動物同士がみんなが仲良く気持ちよく暮らせるようにそれぞれの言い分を聞いていくみたいなね、なんかそんな感じなんです。でそれで私がそれをすごいやりたかったからっていうか自分が犬を飼ってるので、なんかそういうことを今仕事の一つとしてちょっとやり始めてる感じなんですけど、その話はちょっと置いといて、要するに言葉が喋れないからコミュニケーションができないっていうことではないんだよねってことですよね。はいはい。わかります？全然そのテレパシー、その生き物が出してるバイブレーションをキャッチする、その聞く力によって何を言わんとしてんのかが分かるっていうことなんです。だから植物と喋れるっていうのもありますよね。それは聞いたことない。フラワーエッセンスとか、花のエネルギーを人間に取り込んでいくっていう療法があるんだけど、それはお花さんのそのお話を聞いて、この花はこういうものに効果があって、花が喋るとしたら私はこういうのに効果があって、このエッセンスを取り入れると人にはこういう良いことがあるよみたいな、そういうコミュニケーションをして、でそのお花を摘ませていただいて、そこからエッセンスを抽出していくっていう、そういう職業もあります。なので植物とか動物とか、とコミュニケーションしていろんな活動をしてるってことは、生き物は全部本当は喋っているっていうか、何かそれぞれがメッセージがあるよってことなんですよね。なんだけど、じゃあ人間同士はっていうと、人間は言葉が通じるから言葉でどうにかコミュニケーションを取ろうとしますよね。当たり前だけど。ただ、例えば私が海外行った時とか、英語はなんとなくこういうこと言ってんのかなって分かるけど、例えばモロッコとか行くとベルベル語とかもう一言も理解できないような言葉みたいなものを聞いてても言葉では理解できないじゃない？そうでもなんかきっとこういう感じなんだろうなっていうことをキャッチすることはやっぱりテレパシー的にできるんですよね。なので言葉が通じ合わなくても、
言語が違ってもなんかコミュニケーション取れるみたいな感覚ってわかります？そうですね。なんか一緒うにん。安代さんとね、クルーズで旅しうん。た時、海うん。に、ビーチに行ったうん。時、はい。うん、あそこどこだったの？スペイン語だったのかな。まあ、英語結構通じそうですね。ないところで、スペインうん、だね、基本は。うん。うん。安代さんすごい上手だなと思いましたもんね。なんかこう、なんだろうな、そのタクシーのうんうんうんう後のんうん。話うん。とか。うん。うんうん。あれはね、テレパシーなんですよ。うん。そう、なんかこう、なんだろう。言葉は喋れないから、うん。なんか思いをこう、内側から出していくみたいな感じ。うんううん。ん。そうすると向こうも、あ、きっとこういうことだよねって、その言語を超えたコミュニケーションみたいなのができて、うんうん。うん、それで、その言葉っていうツールでは通じ合わないとしても、その内側のその思いは通じ合うことができるよねっていうのが、このテレパシーの力なんですよね。うんううん。ん。で、この話を何でしたかっていうと、これからの時代は、こっちの方が重要になってくるからなんだよねってことです。はい。うん。言葉が重要よりももっと言葉を超えたその奥の、えーそれぞれが内側で思ってる思いの方が重要になってくるっていうのが今日のお題のなんか一番伝えたいところになってくるんですけど、うん。今までだったらコミュニケーション能力を上げるっていうセリフを聞くと、なんだろうな、なんかスキルを上げるみたいなことってよくやってませんでした？やってましたね、まさに。やってたでしょ？はい。うんうんうん。なんかこういう時はこう対応するとか、うん。こういうシーンではこういうふうに言った方がスムーズに進むとか、うんうんあうん。の TPO に応じてこういう言い方をしますとか、うんうん、うん。そうやってこうスキルを磨くみたいなのがコミュニケーション能力を高めるみたいな風潮があったんだけど、うん。もうちょっとそれはなんて言うんだろうな。ちょっともうバレちゃうよっていうか、うーん。そんなことで人は動かなくなるよねっていうことです。自分がどういう空気を出してるのかにもっと気を使うといいと思います。これ言ってることわかるかな？もう一回もう一回。ね、自分が出してる空気、自分が出してる空気って息じゃないよ。うん。自分がそのまあ結局だから内側の状態が外側にもう、分かってしまうような時期があ来たんだよってこあ。とです。うんああ、そこ、うんうん。隠しきれん、取り繕ってとか、そういうのがうんうん。機能しないというこそう。とですね。機能しなくなくなってくるから、うん。要するにテレパシーで話すってことは、自分の内側の状態も外に伝わるわけですよね。うん。うん。うん。ってことは、その自分の醸し出してるっていうか、この内側から自然に溢れ出てるこのテレパシー的なエネルギーがどういう状態なのかに気を使った方が、いいコミュニケーションが取れるようになってくるっていうふうに言えばわかるかな。うーん。うん。うん。そう。だから相手が何を感じてるのかをテレパシーでキャッチするっていうのも、もちろんそれも大事になってくるんだけど、はい。その前の段階で自分がどういうエネルギーを出してるのかっていうのにもっと気を使うっていうのがいいのかなと思います。ああ、でもその先ほど言ったように、取り繕えないくなってる時に、そのうん。自分のエネルギーコントロールするのは可能なんですかね？でもこれはでも結局最終的には自分をいい状態に
まあ自分との関係性が良好なら自然にそういうエネルギーが出てるから、そうですよね。やっぱりそこに行き着いてしまうかなと思うけど、だけどその相手の例えば相手の出してる、まあ、エネルギーがさちょっとピリピリしてるなとか、相手のピリピリって伝わるでしょ、なんだか。はいはい。なんかちょっとピリピリしてるみたいな。そういう時にその人間ってやっぱり移りやすい生き物だから、なんか一緒になってピリピリしてきちゃったり、しがちなんだけど、なんかピリピリしてるんだな、この人の今のこのなんかバイブレーションっていうかエネルギーはピリピリしてるんだねっていうふうに受け入れてあげると、なんていうのかな、それをここっちのエネルギーで和らげることも本当はテレパシーっていうのはできるんですよね。なるほどね。はいはいはい。そうだからテレパシー、なんだろう、相手がイライラしてるのっていうのは確実に喋らなくても分かるじゃない？なんか、ピリピリしてたりトゲトゲしてたり、でもその時にそのまあ何かしらの事情があってそういう状態になっちゃってるわけだから、本人にまあ悪気はないわけなんですよ、本当は。それを本当はしたくてしてるわけじゃないので、多分自分もそう、自分もイライラしたりピリピリしてる時ってそうしたいわけじゃないけどそうなっちゃってる時ってあるじゃないですか。はいはい。だから人間ってそういうふうにこうしたいわけじゃないけどそうなってしまう状態っていうものがあるものなので、そういう時にそのコミュニケーションの取り方としてはそこを最初からもうよしとして受け入れてあげるとすぐそのピリピリってね綺麗に取れるんだよね。なのでそのコミュニケーションをする際にその人が出しているその言葉の奥にあるエネルギーをもっと見ていくとコミュニケーション能力が高くなってくるっていうふうに言えばいいのかな。ちょっと難しくなってきたな、今日。聞く力をつけていくっていうのもそういうことですよね。人って会話するときに相手が話しているのを聞いてるようで次に自分が何言うか頭の中で考えていたりとかって結構自分もあるんですけど、それを相手にフォーカスするとか相手の話を聞く、そうだからそれが双方がきちんとできたら本当に全部を含めていい本当の意味でのコミュニケーションが取れるんだけど、お互いが自分の次に喋ることばっか考えてて、なんか上の空じゃないけど、そういう風になってしまうとその本当の意味でのその深い意味でのコミュニケーションが取れないから、これからってでもそれだとその表面的に合わせとけばとりあえずこううまいコミュニケーション取ってるみたいな風に今までだったらなったかもしれないけど、それいろんなテクニックとかノウハウが巷に溢れていて、コミュニケーション術みたいなものが、そうですね、それでかえってこういろいろ考えてたかもしれないですね。何を言ったら、そうですそうです。あとなんか、こうあれを言っちゃあれは言わない方が良かったのかなとかさ、そういうふうに自分の言ったことでなんかあれはまずかったかなとかね。でもそういうのもねこれから全部なんていうのかな、全部察知されちゃうから、だからその言葉っていうのはもちろん相手を励ましたり勇気づけたり愛情表現だったりするけど、その逆に
暴力的なものにもなりうるわけだよね。そうすると自分自身が発していくものに対してある意味においては、責任っていう言い方はちょっと重いかもしれないんだけど、自分の一言一言がどういうバイブレーションなのかをやっぱり自分の中で、だからやっぱり自分と向き合うってことになってくるんですけどね。だけど相手が出してるバイブレーションとか相手が発してるものに対してはなんて言うんだろうな、もっと深いところで自分が読み解けるようになってくると、単純に上辺だけの言葉でいちいちジャッジしなくなったり、この人怒ってるけど本当はこっちを見てくれないから寂しいだけなんだなとかさ、そこまで読み解けるようになってくると表面的に判断しなくなってくるんですよね。それがすごくね、これからの時代大事かなと思います。なるほどね。そう。でもそうやって聞いちゃうとほとんどだから相手が何を言ってても大丈夫になってきちゃうし、もっともっと奥のことを聞いてるから。で、それ、その表面の言葉にとらわれて、なんかこうジャッジじゃなくてっていうことですね。そうです、そうです。だからそういう聞く力が自分の中でやっぱり本当に大切になってくるし、それができるようになるほどこの次の時代のなんていうのかな、次の時代にすごく求められるような、そういう本当の意味でのコミュニケーション能力っていうものを育んでいくといいんじゃないかなと思います。それをテレパシー能力って最初に言ったけど、でもそういうことなんですよ。だから動物で言えばなんかほら噛みつくとかさ、吠えるとか噛みつくって動物は何か言いたいからそれをやるしかないんだけど、その奥にそれをやる理由があるのね。そこをキャッチすることができるようになるのと一緒で、人間もなんか吠えたり噛みついたりする奥になんかあるよねっていうのが分かるようになるっていうのがすごい大事かなと思うんだけど。その聞く力とか自分に向き合うこととか、丁寧にやっていくことで、その感性がどんどん磨かれて、テレパシー的に距離とか時空間超えても伝わってくるとか、そういう風なプロセスっていうことですね。そうです、そうです。なのでぜひここコミュニケーション能力を高めるっていう意味合いのもっと深いところに少し意識をさらに向けてってもらったらいいのかなっていうふうには思います。はい。はい。ちょっと難しかったかもしれないけど。でもなんか安代さんの安代さんのコミュニケーション力とか、その直感力とか、セッションとか受けた時にすごいなと思ってたんだけど、そのプロセスをちょっと垣間見れた感じで、すごい良かったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.